新しく面白い曲を作れたなと。サクサクってきた時、It's very nice to meet you, Joe. Welcome to Seiryu Nanan, Tokyo. Thank you so much. Nice to meet you too. I'm Emi Tokinaga, the representative of Seiryu Nanan. Would you mind telling us a little bit about yourself? Can you share how you got into music composition and what brought you to Australia? Absolutely. So, my name is Joe Dejima. I'm a Sydney-based composer and producer for film, game, and television and slash media. And I've been working on a lot of film projects and a lot of television projects, and I've composed 100+ pieces, standalone, and currently working on an album. And to talk about how I got into music is I started the piano when I was 3-4 years old, and at the time when I was in high school, I got into composition, and I was really fascinated with the idea of creating my own song. And because whenever I listened to songs, I was like, I really want to change some things and I want to make it something I like. And that's how I got into composition. And now I'm having a lot of commissions and works for composition, and super excited to work on this project, Melody Bites. 例えばサブレのサクサク感、はい、これを音楽にだったり、そういうことは今までなんていうんですか、考えることはありましたか？やっぱりこのお菓子のメロディーバイツのプロジェクト、僕にとってすごく新鮮で新しいプロジェクトだなと思ってますね。やっぱりサクサクとかふわふわとかで五感の中での一つじゃないですか。で、その食べた食感とかそういうのってなかなか作曲しないと思うんですよね、普通の人でも。はい、なのでこのプロジェクトをもうできるだけ食べて、ね、考えて作曲できたらいいなと思ってますね。嬉しいです。7の美味しいお菓子をたくさん食べて、ジョーさんの素敵な音楽を皆さんに広げられたらとても嬉しいです。ありがとうございます。なんか終わるみたいになっちゃった。まずダイレクター監督からもう全く音のない画像を送られてくるんですけども、でそれを本当にもう何も考えずに見て、でどんな感情が湧いてるかっていうのを考えた時に、だいたい音楽がこのシーンにはこういう音楽が合ってるなっていうのが出てきます。そしたら悲しい気分の曲を作ってくださいってなったら、自分も悲しいもん、気分でそうですね。曲をこうなんかはい、そうですね。ライブラリーミュージックって言って、よく一般の人はストックミュージックできっとしてると思うんですけれども、それでも本当に1週間 3-4 曲ぐらい作曲しなきゃいけない時があった時は結構辛かったですね。でもそのストックミュージックっていうのは感情を元に作曲するので、例えば悲しい曲とか嬉しい曲とか、なのでやっぱりそういう時はちゃんと切り替えて、嬉しい曲だったらもう自分も嬉しくさせる、嬉しくなってる気分で作曲すると一番うまいことできる。やっぱり自分が作ってる時はもう自分の個人のプライベートのプロジェクトの時は本当に今思っている感情をそのまま入れるっていうんですけれども、もしも依頼された曲とかで悲しいとか怒りとかしたら、できるだけ自分を何かのシチュエーションに入れて、でその感情を使って作曲するって感じです。サクサクってきた時、いわゆる、こういう曲聴いちゃうとってなると結構長い音ばっかりじゃないですか。これは全然サクサクしないと思うんですよ。サクサクって結構噛むとポロポロするじゃないですか。なので結構短い音ばっかりだと思うんですよ。やっぱり
作曲ってその、メロディーとかコードだけじゃなく、その楽器の相性とかっていうのもやっぱり結構考えないとダメです。例えばオーケストラとかクラシカルだとバイオリンとかフルートとかトランペットとかってあるんですけど、その中でギターとか入れると、その今まで成立してたオーケストラっていうグループに新しい楽器、ギターとかシンセサイザーとかを入れると、もう本当にすごい聴いてる側はあれこんな使い方ができるんだな。やっぱりナナの、曲やっぱりそうやってオーケストラみたいにトラディショナルにするとちょっと古くなってしまうので、できるだけ今の時代の新しい子たちにエンジョイしてもらうために新しく面白い曲を作れたらなと思います。